伝書によると、大東流の開祖は親羅三郎源義満と言われ、その長男源義清が海源寺武田家の祖となり、大東流を武田家の秘儀として代々に伝えたという。甲斐武田家はやがて信玄の他界によって滅び、一族の武田国忠が会津に下り、それ以後藩外不出の乙女流として密かに伝承されてきた。それが世に知られるようになったのは、明治になってから不正室の武人と言われた武田宗覚が、全国各地の軍隊や警察を主に講習を行って歩いたからである。2600手以上と言われる大東流柔術は、奥義の段階に及ぶと合気柔術と称し、剣の動きから生まれた柔術、すなわち実践系の武術と言われている。五尺に足りぬ小男と言われた宗覚は、昭和18年86歳の高齢で死去。北海道網走の地に眠っている。現在宗家は宗覚の長男武田時宗が継承し、網走市に道場を設け、大東流総本部として全国に3万の門人を有している。この映画は昭和14年に宗覚から免許皆伝を受け、主として関西方面で多くの門弟を育成してきた久拓磨大東流本部長の指導のもとに制作された。これでターンしてこういったらこんな親指こう、それから武田先生が一番よくやるのは、今度はこの足を踏み替えてこう踏み替えて。宗伝第5巻からまず25条の2の技。もう一度見てみよう。次は36条の2の技。技の部分をもう一度見てみよう。次に47条の技。54条の技。次は58条の技。細かい動きをもう一度。98条の技。次に117条の技。
今の技の要所をもう一度。送電第六巻4条の技。12条の技。次は15条の技。26条の技。では細かい点をもう一度繰り返してみてみよう。送電第7巻2条の技。15条の技。この技をもう一度見てみよう。続いて19条20条の技。28条の技。今度は51条の技。別の角度からもう一度見てみよう。送電第8巻1条の技。もう一度見てみよう。次に14条の技。送電第9巻1条の技。技の要所をもう一度見てみよう。次に2条の技。9条の技。次は31条の技。
ではもう一度分かりやすい位置から。39条の技。同じ技をもう一度。次に44条の技。50条の技。位置を変えてみてみよう。では51条の技。今の技を別の角度からもう一度。今度は2人を相手にする技である送電第5巻127条の技。今の技を分かりやすくもう一度。132条の技。送電第6巻23条の技。この技は口伝の奥義である。